今日は前回の動画に引き続いてスノの新しいエディット画面を解説していくよ。今回の動画でも解説が終わらなかった。エディット解説は前編、中編、後編の3回になるよ。今日は主に BPM を操作する機能とステムの機能を解説していくんだけど、この機能は両方ともエクステンドと相性がいい。だから最初にエクステンドを解説しちゃおうか。エクステンドは曲の続きを作る機能だよ。使うときは右端の矢印をクリックする。範囲を選択できるようになるから、どの部分からの続きを生成したいか選ぶ。今回は最初のコーラスが終わった後の間奏の部分から続きを生成してみるよ。エクステンドする部分より先に歌詞がある場合は、ニューリリック欄を開いて歌詞を入れてね。リリック欄やスタイル欄の挙動については、今までのエクステンドと同じだよ。生成すると指定した場所に色がついて、クリックするとオルタネート画面が出る。生成後はこのオルタネート画面で、生成した曲を視聴することができるけど、この画面は画面外をクリックすると消えるし、再表示もできないから使いにくい。生成したデータは左上のマイエディットに保存されるからそっちを見るといいよ。生成したデータを挿入したい部分にドラッグすればそれだけで挿入できるよ。それじゃどんな曲が生成されたか、実際にちょっと聞いてみようか。生成したエクステンドは自由な場所に挿入できる。これは今までできなかった操作だね。例えば、今のエクステンドの曲の途中から、もう片方のエクステンドにすることだってできる。試しに全然別の場所で使ってみようか。プレコーラスとコーラスの間に入れてみる。エクステンドで生成した曲は、エディット画面なら自由に使うことができる。エクステンドで何曲も生成してみて、良い部分だけをつなぎ合わせるのも面白いね。エディット画面で生成したエクステンドは、普段の画面では見えなくなってるけど、フィルターのハイドクリップフロムエディットモード。ここのチェックを外せば普通に表示されるよ。逆に普段の画面で作成したエクステンドも、エディット画面で扱うことができるよ。エディット画面ではペルソナやスライダーが使えないから、それを使うときはこっちだね。試しに普段の画面で生成したエクステンドをエディット画面に持ち込んで遊んでみようか。開始地点は10秒、スタイルはデスメタル、スライダーは両方 100% でエクステンドしてみた。エディット画面に戻ってマイエディットを開くと、普段の画面で生成したエクステンドも表示される。コーラスの部分をさっき生成したデスメタルコーラスにしてみようか。エクステンドで生成した曲を自由に挿入できる。それだけでも随分いろいろな遊び方ができるよ。それじゃ次の話題に入ろうか。次は BPM 操作機能について解説するよ。画面下部に記載されている数値は、この曲の BPM を表しているよ。BPM は1分間に拍が何個入るかの単位。BPM90 には1分間に92拍あるってこと。まあこの数値が高いほどテンポが速い。
そう考えて基本的に問題はないよ。そして左の歯車ボタンをクリックすると、この BPM を自由に変更することができる。つまり曲のテンポを自由に操作できる。実際にどんなことになるかやってみようか。カスタム BPM モードを選択して、プラスマイナスボタンで BPM を変更できるよ。朝が来るまで眠れないこの機能は手軽に BPM を操作できて、一見とても便利そうに見えるんだけど、実用的に使うには厄介な問題があるよ。まずは音質が劣化してしまうこと。この機能はアジャストスピードと同じように、単純に音を伸ばし縮めているだけだから、どうしても音質の劣化は発生するよ。詳しくはアジャストスピード解説動画を見てね。そしてそれ以上に厄介な問題がある。スノが BPM を誤認識してしまうことだね。良いサンプル曲を用意できたから、どんな問題があるのか実際に聞いてみよう。カスタム BPM はスノの認識した BPM を入力した BPM に修正する機能なんだ。だからスノの認識した BPM が間違ってると、間違ったテンポの曲が生成されてしまう。この問題があるからカスタム BPM を使うと、テンポが変になってしまうこともあるよ。音質が劣化する問題もあるから、カスタム BPM はちょっと使いにくいね。ただ曲データに BPM を設定できるから、それを利用して曲を作るテクニックはある。この機能を利用してサンプル曲をベースに BPM140 の曲を作ってみようか。カスタム BPM は再生速度を変えるだけ。そこで変更したデータをセーブする。セーブで新しく生成された曲の方は、再生速度ではなく実際の速度が上がってる。エディット画面を開いてみて、BPM がどう表記されるか確認しよう。この状態でエクステンドで曲を生成すると、自動認識の BPM140 に合わせてくれるんだ。朝が来るまで眠れない光の粒が踊り出す指先触れるその瞬間心のドアが開くんだ時計の針では止まらない朝が来るまで眠れない光の粒が踊り出す指先触れるその瞬間心のドアが開くんだ時計の針は止まらない過去も未来も忘れたい揺れる影が語りかける真実はいつも曖昧カスタム BPM で BPM を指定した曲をエクステンドすれば指定した BPM の曲を作れる。手間はかかるし変な曲もできやすいけど BPM を指定したいときは使えるテクニックかな。次はステム機能を解説していくよ。ステムは曲を楽器ごとの音に分離できる。右上のステムボタンを押すとエクストラクトステムの画面が表示されるよ。右側のボーカルプラスインストゥルメンタルは曲をボーカルとそれ以外の2つに分離する。左側のオールディテクテッドステムは曲を12種類の楽器の音に分類するよ。
12種類の一覧はこんな感じだよ。大抵の楽器に対応できているけど、ギターを伴奏とメロディーで分けるような同一楽器をさらに分離できたりはしない。それとオールディテクテッドステムは1回50クレジットもかかるのが難点だね。さすがに50クレジットも使うのは厳しい。それだけであまり使いたくなくなる。それじゃ実際に使ってみようか。生成ボタンを押すと生成結果が表示される。この画面で再生ボタンを押すことで生成結果を視聴できるよ。ステムを使うとこんな風に楽器の音を個別のデータに分離できる。便利な機能に思えるんだけど、この機能もいろいろと問題点がある。まずは生成結果があまり安定しないこと。1回で2つのバージョンが生成されるけど、先ほど生成したステムを比較してみると、まずデータ数が違うのがわかると思う。バージョン1にはあるパーカッションがバージョン2では分離できていないね。そして分離できている楽器についても生成される音は毎回変わってしまうよ。一番差が分かりやすかったバッキングボーカルの音を聞いてみようか。真実はいつも曖昧。真実はいつも真実はいつも曖昧。私だけの世界。私だけの世界。私だけの世界。こんな風にステムで分離されるデータは毎回かなり内容に差が出てきてしまう。微妙なクオリティになることも多いから何回も生成をやり直したくなるんだけど、そうなると1回50クレジットが重いよね。あまりにも1回のコストが大きすぎる。そしてもう一つの問題点はこの分離したデータの使い道がないこと。楽器ごとに分離したデータがあると、例えば各楽器の音量バランスを変えたり一部の楽器音を削除したアレンジができる。でも現在のスノではその操作はできない。この分離した楽器データを編集したいなら外部の編集ソフトを使うしかないよ。エディット画面で生成したステムのデータはフィルターのハイドステムのチェックを外せば普段の画面にも表示されるので、各データを個別に操作することはできる。ステムファイルのメニューには getWhole のコマンドがあって、これでステムファイルを再結合させて一つの曲に戻すこともできるよ。ただ現在はこの再結合で生成された曲はちょっとバグった曲になってしまうんだ。この再結合が正常に機能すればステムの使い道も増えるかもしれないね。現在は再結合は機能していないけどステムファイルを編集することはできる。ステムファイルを直接エディットすると分離前の曲のエディット画面に移動しちゃうから、最初にアジャストスピード1倍を使おう。ステム属性の消えた同じ曲が生成されるよ。ステム属性の消えた曲をエディットすれば分離した楽器データをエディットで編集できる。今回はステムで分離させた楽器のうちドラムをエディットで編集できるようにした。ドラムだけのデータをエディットで編集できる。これは結構面白いことができるんだ。イントロのドラム4拍分だけを抜き出した。これを加工していってみるよ。この4拍のリズムの最後の1拍を複製して5拍にしたらどうなるかな。これで5拍のリズムを作れた。この5拍のリズムを複製していってみよう。
これで5拍子のドラムが作れたよ。じゃあこれをエクステンドするとどうなる？ドラムのみの曲をエクステンドすると BPM 拍子を引き継いだ別の曲を作れる。前の動画で紹介したテクニックだけど、ついにスノでドラム素材も作れるようになった。スノで変拍子を作りたい場合は今後はこの方法で作るといいだろうね。今回の BGM も実はさっき作った5拍子ドラムのエクステンドで作った曲だよ。 BGM のドラム部分だけを聞いてみるとさっきと同じリズムだとわかると思う。こんな風にステムで分離した楽器の音はエクステンドで別の曲に使うことができる。手間はかかるし変な曲もできやすいけど、興味があればやってみてもいいと思うよ。ということで周辺の解説は終わり。かなり長い動画になってしまったね。あとはリプレイスセクションの解説で終わりだから、後編の動画は短くなると思うよ、多分。それじゃまたね。